日本での足場解体作業の経験。私の名前はクアンです。私はベトナムの中部地方の貧しい村で生まれ育ちました。私の故郷は土地が痩せていて、夏は焼けるように暑く、雨季には洪水が頻繁に発生します。私の家族は農業を営んでおり、収入は不安定で、日々の生活をやっと維持できる程度でした。幼い頃から両親が炎天下の下でも、大雨の中でも懸命に働く姿を見て育ちました。高校を卒業した後、私は大学へ進学したいと思っていました。しかし、家庭の経済状況ではそれが叶いませんでした。そのため、生活を変える方法を模索しなければなりませんでした。何度も考えた末、私は技能実習生として日本へ行くことを決めました。日本で働けば、より多くの収入を得て、家族を支え、借金を返済し、低米の学費を負担できると聞いていました。しかし、日本へ行くためには多額の費用がかかり、家族はその資金を工面するために借金をしました。そのため、仕事が辛くても辞めるわけにはいかず、もし耐えられなければ、自分だけでなく家族も苦しむことになります。仕事を選ぶ際、私には選択肢がほとんどありませんでした。紹介会社から勧められたのは、建設業界の中でも特に過酷で危険な足場組み立て、解体の仕事でした。しかし、仕事内容の詳細はほとんどわからず、ただ他の仕事よりも給料が高いと聞いて、迷わず受け入れました。日本に到着した初日、私は気候、言語、仕事文化の違いに圧倒されました。足場作業は体力を使うだけでなく、常に危険と隣り合わせの仕事でした。高所での作業、重い資材の運搬、寒さで凍える日もあれば、強い日差しに焼かれる日もありました。最初の頃は、毎日自分にこの仕事が続けられるのか、と自問自答していました。しかし、家族の借金や空港で母が心配そうに見送ってくれた姿を思い出すたびに、逃げるわけにはいかない、頑張らなければ、と自分に言い聞かせました。時間が経つにつれ、私は次第にこの環境に慣れてきました。毎日の仕事は同じようなルーティンですが、日々新たな挑戦が生まれます。今日もまた、一日中厳しい仕事が私を待っています。10時休憩時間。2時間の作業の後、短い休憩時間になります。私は隅に座って水を飲み、パンを食べます。日本人の同僚はタバコを吸いながら仕事の話をしています。同じチームで働いていても、日本人の同僚とのコミュニケーションは簡単ではありません。私は日本語が上手ではなく、彼らは早く話し、専門用語も多く使うため、完全には理解できません。時には何を指示されているのかわからず、適当にやってしまい、ミスをして怒られることもあります。仕事の大変さだけでなく、言葉の壁や文化の違いによるプレッシャーも大きいのです。先輩が私に話しかけました。クアン、この仕事はどうだ？疲れてないか？私は笑顔で大変ですが頑張りますと答えました。彼は私の肩を軽く叩き、焦らず安全第一でな。
わからないことがあればいつでも聞け、と励ましてくれました。その言葉を聞いて、私はもう少し頑張ろうという気持ちになりました。12時昼休み。昼休みは誰もが楽しみにしている時間です。私たちは工事現場で弁当を食べます。今日は豚の角煮と茹で野菜のシンプルな食事です。私はスマホを取り出し、家族にビデオ通話をかけました。元気にやっているよ、と両親に伝えました。家族の顔を見ていると疲れが少し和らぎます。13時、午後の作業。昼休憩の後、私たちはまた作業を再開します。午後の仕事はすでに疲れが溜まっているため、一番辛い時間帯です。しかし、予定の作業を終わらせるために、集中して作業を続けます。足場を解体しながら、私は、今日も無事に終わることができますように、と心の中で祈ります。18時、資材置き場へ移動。現場作業が終わると、すぐには帰れません。私たちは会社の資材置き場に戻り、明日の準備をしなければなりません。資材の整理、明日の作業の道具確認、足場の部材のチェックなどを行い、やっとすべての準備が終わります。20時、寮に帰宅。ようやく寮に帰り着きました。体はくたくたで、足は鉛のように重いですが、食事をとらなければなりません。シャワーを浴びると少しリフレッシュできます。どんなに疲れていても、私は少しでも日本語の勉強をするようにしています。日本語を理解できなければ、仕事でも生活でも苦労が続きます。単語を覚えたり、簡単な会話を練習したりしながら、日本での生活を少しでも楽にしようと努力しています。この仕事が好きとは言えません。本当に大変で、時には逃げ出したくなることもあります。しかし、私には後戻りする選択肢はありません。もし諦めれば、私は失敗者になってしまいます。辛くてもお金を稼ぐことは良いことだ。私はそう自分に言い聞かせ、できるだけ節約し、いつか故郷に帰った時に、両親のために家を建てることを目標にしています。こうして長い一日が終わり、明日もまた新しい挑戦が待っています。もっと頑張らなければ。